energy. I've been waking up at 4 a.m. and my sleep schedule got all thrown off this week. Okay, here we go. About to start. Let's check our channel. Got all thrown off this week. はい、おはようございます。皆さん、明けましておめでとうございます。今、ちょうど2024年ですね、初配信ですね、大変お待たせしました。Zoom からね、今回、恵比寿のセッションルームからね、配信ですね。今ちょうど東京から出る直前ですが、おめでとうございます。昨日ちょうど新年メッセージね、ちょっと遅くなりましたけども、公開させていただいて、今日は本当にもう、この水上座時代ですね、もういよいよスタートで、特別ゲスト、アメリカ・コロラド州在住のパオラ・ハリスさんとの初対談ですね。昨年1回Zoom、収録したけども、やっぱり生配信の方がね、絶対いいということで、今日ご本人はゲストで特別ジョイントしますね。今年ね、去年できなかった海外ツアーもね、考えてたり、それとも、またパウラさんとアメリカにも、合流することになりそうですね。コロラドロッキー300デンバーの方ですね。で、今日は、昨日ちょうど ET、SPI のワークショップでグループワークを行ったり、すごいパワフルな、年明けでしたね。能登半島の皆さんね、本当に大変、避難生活が、続いて疲れていると思いますけども、年末の配信で話したようにね、もう去年の一番パワフルの大きな CE5 はそもそも輪島市だったんで、しっかりとね、こういうもっと大きなグローバルの意味を持った災害、先進地震だったということですね。昨日、新宿の会場でもその話もできたし、もうだんだんね、この引きの強い、解釈とか偽情報とかね、それいろんな、覚醒止めするような、波動からいかにも極力自分を防御する、ガードできるかできないかっていうね、今年2024年になりますね。はい、そしてまもなく、スペシャルゲストをお呼びしますので、イントロダクションとしてはですね、パウラ・ハリスはグリア博士の仲間でもあって、本当に UFO 研究業界のすごい中心人物っていうか、相当顔が広い方で、ジャーナリストとしては、UFO 研究業界っていうね、リサーチコミュニティの中で相当いろんなベテランとかパイオニアたちのインタビューして記録している方で、日本の場合はね、ひょっとすると一番接点の近いのがクラリオン星人ですね。いうコンタクティー、イタリア人のコンタクティーであるマリツィオ・カバーロの情報を初めてにイタリア語から英語に翻訳して、長い間イタリア本場にも住んでいらっしゃったんですね。ところどころ、私、昔映画シリウス出た時に、Facebook でご挨拶のメッセージを送ったことあって、まだつながるタイミングじゃなかったけども、去年ちょうどつながったら、なんとね、このパウロさんの生まれ育ちの町がうちのお父さんの地元っていう、親が住んでる州の同じ場所であって、そしてうちのお父さんの母校の、プロビデンスコレッジにもお父さんが教授だったっていうことが分かって、もう本当にお互いにびっくりしちゃって、地元のバスケの話とかいろいろ、大盛り上がりして、お父さんはうちの父よりちょっと世代が一つ上だったみたいんで、いや、今日ですから、今月、来月に向けて、3回ぐらいね、ちょっと配信しようと思ってね。で、なんと、4月に、パウラさん本人が日本の初来日、今予定しておりますね。もう一人の共通友達が、フランスのね、ワンネスト扉のジュリアン君なんで、そこに、すごい不思議の、またすごいご縁で、彼の方のいろいろ今、その日本訪問とか、来日の、ことにサポートとかいろんな準備が、一緒に入ってます。はい、so Paula, come on in. Thank you for being with us today. お呼びしますね。はい、皆さん、Hello, it's nice to have you. Hi. Listen, did I get it right, or did you tell them about our background in Providence? I did. You caught that right. Yeah. さあ、皆さん、はじめましてね。コロラド、デンバーからの配信ですけど、参加ですね、パウラ・ハリスです。
今ちょっとなんとか日本語聞こえて、プロビデンスっていうね、ロードアイラン州っていう、アメリカで一番小さい州のワード今聞こえてみたいんで、はい、その話でしたよっていうこと。Yeah, I just told them about the upcoming visit and we're going to do 3 lives and just a brief point about our connection with Julian and everything like that. So could you give us a brief self-introduction? Yes, I think it's important your audience knows that most of my life is filled with synchronicities. That's why I became an investigative journalist. はい、皆さん、一番、ぜひこれからよろしくお願いしますという、大好きな、今からね、日本に行くことはすごい楽しみにしてるし、一番、主張している皆さんにしていただきたいのが、私の人生、本当に若い頃からシンクロニシティで溢れているもので、たくさん不思議な体験しております。Okay? I'm not a ufologist, I'm an investigative reporter. So most of my work have been interviews from first-hand sources. はい、そして私は決してUFO 研究家っていうよりも、ジャーナリストというか、インベスティゲーティブリポーター、つまり調査するジャーナリストですので、直接その現地行って、ファースト第一人者です。直接その不思議な世界と体験した人たちのインタビューをする、活動をしています。Okay? And I've done this work all over the world. I'm Italian, but I've spent a lot of time in Latin America. そして世界中でこの研究調査をしてきたんですけども、私がイタリア系のアメリカの、背景、家族、家系から来てますけども、南米とか中米にもたくさんのリサーチとか滞在もしてます。I began my career because I saw the movie Close Encounters of the Third Kind and began working with the astronomer Dr. J. Allen Hynek. そして昔のスピルバーグの映画ね、非常に原作っていうか、すごい一つの大きな UFO 界の原点である映画、未知との遭遇ですね。その未知との遭遇に出てくる本当の UFO 研究のパイオニアであるJ. アレン・ハイネックっていう博士ですね。彼は大学教授、科学の先生だったんだけども、彼のもとに結局スタッフとかそのサポートにする仕事ができたんですね。How did you first meet him? How did you first make that connection? Because I have a master's in education, so I was teaching science fiction in 1980, and I went to Evanston, Illinois to find Dr. J. Allen Hynek. そして私も、教育の教育の教員だったんで、サイエンスフィクションね、SF の授業、科学関連で SF の講座を作ってて、その、同じ学会とかその大学の関係で、ハイネック博士が住んでたイリノイ州のエバンストンに行って、本人を探しに訪ねきましたね。Okay, yeah. So when he saw me, he knew I was a professor, and he asked me to work with him, and I worked with him for 6 years until he died. He must have you must have made a good first impression. I like that that light you have on your face now is really good. Like that one, whatever. Like if you're changing the screen, that lighting is really good right now. Yeah, right there. Okay. Yeah. Well, okay. He basically had a master's in education, so he asked me to do his Italian translations, and he was an astronomer. そして会った時ね、すごいとてもいい発煙症だったんじゃないかなって私が冗談で言ったんですけど、すごくもう彼を会った時に逆にぜひ一緒に仕事しましょうっていうハイネック博士に言われて、そして6年間ね一緒に研究進んできたんですね。So what were your roles so you moved to his college and you were what were the roles that you were that was after Blue Book, right? Oh yeah, it was way after Blue Book. He came to Colorado to visit me, and we traveled together, and he bought me a typewriter because it was 1980. We didn't have computers. So I did his Italian translations. We traveled together, and I became a family friend. That's really important. そしてこれは1980年だったんで、彼は、まあ、一つの私の業務では、彼の
研究文とか、いろんなUFO に関する情報、イタリア語に翻訳してたんですね。で、一緒にコロラド州行って、で、タイプライターね、パソコン、ノートパソコンと存在しない時代だったんで、そのタイプライターも買ってくれて、たくさんの翻訳も一緒に私が彼の翻訳して、もうどんどん家族の仲間になったんですね。で、I'll explain real quick who he was. なんでこのハイネ博士がすごい大物かっていうか、大先生だかというと、アメリカ空軍ですね。ヒストリーチャンネルも数年前に番組のシリーズ、作ったんですけど、ブルーブック計画っていうね、唯一アメリカ政府とかアメリカ軍が公式に研究っていう形でUFO 問題とか UFO の世界を公式に研究してたのが10年ぐらい続いた、調査ですけども、そこの担当してた人ですね。担当してた大学教授、科学者がそもそもハイネ博士で、その一つのお礼とか、たくさんスピリバ監督にですね、この道との相互の映画には、そのブルーブックからの調査情報とか、宇宙船の見方とか、その宇宙人に関する参考の情報もハイネ博士が提供してたわけですね。なので、本人がちょぴっと映画の中に出てますね。お礼として。Yeah, so he provided a lot of information for the movie too, right? To Spielberg's team. Yes, and the synchronicities are that I ended up working with Jacques Vallée and this is the book in my career, in the last part of my career, and Jacques Vallée was the scientist in Close Encounters, and Jacques Vallée sought me out. I never went to him. He came to me to ask me about my work on Trinity. Oh, so Jacques Vallée played Hynek in the film, is that right? Oh, he played the French scientist in the film. Okay, they were both. Okay, all right. そしてそして道との相互にはね、もう一人大物が登場してたのがフランス人の、ジャック・バレー、博士っていうことで、この博士ですね。この方も、非常にまた、やっぱりこう土台を作った世代の皆さんなんで、で、そういうその方とまたシンクロ的にお会いできて、なんと、数十年後にこのトリニティという本もね、これはちょうど去年日本語版が出版されたんですね。これは名前が表紙から省かれて私がちょっとピリピリした生配信のこのパウロさんのためだったんで、なんとかこう修正テープで今の書店に並んでいるトリニティの本が訂正されているようですけども、本当にその話後でしますね。Okay, great. So so then what was like your first, had you already been interested in UFOs through the science fiction course, or why were you searching out Hynek? Well, the reason, and I hope you can explain this to them, the part of the movie that made me cry was when the French scientist that was played by Jacques Vallée had interaction with the ETs, and that interaction with the ETs made me cry. So in my career, that's how I look at contact in my work with Stephen Greer, is that this is really about contact. It's not about data. Awesome, yeah. そしてやっぱり一番、そもそもその道との相互も本当に大きな、自分にとっては大きなきっかけだったし、その映画の中で実際に泣いたっていうシーンが、科学者、ジャック・バレー、フランス人の科学者と宇宙人のやり取りっていうかあったシーンですね。これは後半にあって、そこの、やっぱりこう、そういう接近速度、本当に異星人とのコミュニケーション自体ね、本当にすごい最初からも感動してて、で、もちろん映画シリウスとか、グレア先生の多々のいろんな映像にもパウラさんも出て、彼女はしょっちゅう、CETI ね、スティーブン・グレア博士たちの本場の CE5 コンタクトも参加してますね。グレア先生もとても仲いいですね。Yeah, so now we could maybe flash forward to the current state, like, what did you, when was your first UFO sighting, like yourself? Like, when did you actually have your first experience? Well, I'd rather discuss Stephen Greer and my work with him because okay, when he came to Italy, I was part of the Disclosure Project. We filmed the military people, and he stayed in my apartment.
So when we were filming for the 2000 Disclosure Project, because I knew all these whistleblowers, later on, I went to do CE5 with Stephen Greer and I had sightings. 最初ですから、ね、今私はじゃあそのパウラさんもやっぱり若い頃に宇宙船見てたりそういうことあったさっきの続きません。ですからそもそも最初 UFO の世界とかコンタクトの世界はもともとデータとかそのアナリティクスとかその数字よりも本当にその、宇宙大使としてね、本当にこの交流とかコミュニケーション分かち合いの方がずっと中心であったそうですね。で、ところが CE5 の前にね、CE5 コンテンツに参加する前にスティーブン・グリア博士と最初イタリアで出会って、パウラさんの家でね、先生が長期滞在して、たくさん彼女がしてた、内部告発できる軍の体験者のインタビューの撮影が続いたんですね。How many people did you actually film in Europe at that time when he was there? Oh, we must have filmed about 20 people. And I was living in Italy from 1992 to 2007 when I returned to the United States. その当時はパウラさんが合計10年以上ですね。1992年から2007年までイタリアに住んでて。Was that in Rome? It was in Rome. I was teaching at the American Overseas School as a professor, but I was doing most of my important work in Europe. そして20人のね、約20人の撮影してて、ディスクロージャープロジェクトですね、伝説的な記者会見ね、2001年の5月の発表会の前のね、時期に撮影してて、And that culminated with also a visit to Senora Barducci in the Vatican. How did that come about? Well, I also heard you about Itu Cavallo. That was my case. I did a lot of contactee cases, but Senor Balducci lived up the street from me. We used to have dinner on Sunday, and so I knew him really well, so I could call him and just take Stephen to see him. But I did a lot of cases in Italy, including I heard you mention the Cavallo case. Oh yeah, we'll get there in a second. Yeah. How did you? So was that like just naturally by being an expat, or was there some other special connection? Was he in the Vatican for many years before you met him, or? Oh, he went out on Sunday, and he would make dinner for me, and he would tape record my work. He used my work for a lot of the things he was doing. So we became good friends. In fact, you can tell your listeners he left his Christmas decorations up all year for me. So we were really close. How can I introduce him? What's it? そして、必然的にバチケンの係員ですね。バルドゥチ、セニョール・バルドゥチっていう方も、詳しい、よく本とかディスクロージャーの本を読んだ方には、その証言が入ってますね。なので、バチケンですね。本当にクリスト教の、本店ってあるね、ローマの一番すごい宗教的な権力の場所の中の、見えない世界、特に霊界に関するね、非常に独特の部門のバルの担当の方と、地球外生命体についてグリア先生がインタビューして、その映像もディスクロージャープロジェクトの公式 DVD と本に入っています。So that interview, he was the exorcist, or what was he had a special role in the Vatican, right, with spirits? He had been #1 nuncio to Washington, D.C., so I brought him to an X conference for Stephen Bassett. He had been nuncio. He was a representative of the Vatican to Washington, so he spoke English. So, that was #1. #2, he was an exorcist. He was a demonologist. And he said the devil had nothing to do with UFOs. His interview is in my book. なんでこれは大事かというとですね、やっぱりこの方、英語も喋ってて、ワシントン DC にも接点があって、やっぱり宗教、クリス教の中ですね、やっぱり UFO とかそういう存在はほとんど、悪魔的な扱いされるんだけども、この方はそういう悪のエネルギーね、エクソシストですね。実は
憑依とかそういう非常に珍しい、ね、クリスト教ではほとんど認可されない、ことの担当だったんで、それまたね、すごい別のインタビューできるわけ多分深い話だと思うけど、その方が明らかにこの UFO の世界、UFO 現象とか地球外生命体は決して悪魔的な存在、悪いものではないという主張をしてたのはすごい大きいんですね。So that's a really important stance. Like they were, we would have expected that the church could have taken a very hard line position against the idea of accepting UFOs. So that was like his special role. Was that because the type of person he was, or that he took that stance? It was both. It was official and non-official. And if you look at the history of the Vatican, they have to place themselves in a position where if there's disclosure, they're ready for it. Yeah. So that's really key. そして考えてみると、もうバチケンたちもやっぱり賢いので、バチケンの幹部も非常に賢いから、全面的にしてっていう立場が逆に弱くて、もういずれにしてもこのディスクロージャーが行う可能性が高い中で、彼らも扱う関係者のそういう立場で続きたいというか作りたいという意図は当然あったんですね。で、そのバルドゥチさんの、話っていうかその姿勢が個人的でもあり、公式の自分のその仕事上の中でも受け止められたんで、まあそれはすごく確かに大きなことですね。Yeah, so that's I understand that. Yeah, and they wanted to have their foot in the door. That's very smart of them. We just had now that's a whole other conversation, and lots of people are aware of this kind of demon possession. And I even met an exorcist here in Japan. He had some very impressive and dramatic videos of his work. So that's a whole other rabbit hole. So how did so this was in preparation for the National Press Club conference, right? Were you at that event with Steve or with the team? I was living in Italy at the time, and we attended it on the live stream. And later on, I represented Clifford Stone and had his book published for him, because for me, he was the most important person at that conference, because he did 12 crash retrievals. So Clifford Stone is always connecting the dots, and he was at that conference. Let's before we go there, let me so at the time you were watching the live stream, before we go there, let me go back to can I talk about the Maurizio Cavallo case, the other Italian stuff? Okay, sorry about that. Let's rewind a second. So, じゃあこの、それで結局最終的にディスクロージャープロジェクトの伝説的な発表会が2001年の5月にあって、で、その時もう一人の重要な人物、クリフォード・ストーン軍ですよね。私も会ってインタビューした方で、その方とのお付き合いがあって、生配信でね、ワシントンからの会場から生配信で参加してたんですね。今の生配信考えてみれば、これは23年前で、that was 23 years ago, a very rare live stream, right? Like very different from the Zoom we're doing today. 全然違う環境だ。So let's talk about so how at what point in your stay and your life in Italy did you actually meet Cavallo, and where was he living at the time? Okay, can you tell your listeners that I only deal with firsthand witnesses? There's a lot of mythology out there in the UFO field that isn't verifiable. そして私の場合はね、非常にこの UFO 業界でもいろんな情報ね、が散乱されて、first hand witness っていう本当に体験者の本人にしかインタビューしませんっていうね、その姿勢がもう最初の位置からあって、コンタクティ本人とか、ET コンタクティ本人のインタビューするか、で、その本人同士の話も比べ合ってるのは、コネクティング・ザ・ドッツね、点と点をつながる、今、たった今、日本語の翻訳進んでる新作ですね。Okay, so how did that all go down? So I heard about a contactee who lived near Torino in northern Italy, or Turin, and I saw him 3 times before I decided to do his story, because he was dealing with human type
people from the planet Clarion, and his story sounded incredible. So I had to go back 3 times before I knew that he was telling. Quite a very a marvelous story or a dramatic story. Yeah. If you want to tell them, at the end of the 3rd time, he told me that his contacts from Clarion were working in banks, were working in the regular, society in Italy. And he said they had predicted 10 years ago that I would come. So wow. When I went to see him, what happened was he pulled out the Polaroids that I was the first one to print, to have them printed, because nobody had ever seen them, but they had predicted I would come 10 years earlier. What year was that you actually met? In 1990s? I met Cavallo, I think Cavallo was 2000, like 2004, something like that. Okay. So and he had already been in the Italian UFO media? No, I had heard about him, and I went to have dinner with him. In fact, I paid my own way at the hotel. I had dinner with him, and the story seemed so crazy, but he lost his entire family over this I heard contact. his life was turned upside down. Yeah. Was turned upside down. And so I went back 3 times. The 3rd time, I said, okay, I'll do your story. And he said they predicted you would come. He said they called you the bridge. Amazing. Okay, let's translate that. Nice. そして2004年頃ですね、イタリアの滞在の話続きまして、マリツィオ・カバーロね、かなり凄まじいというか、ドラマティックなコンタクト体験を持つ方で、宇宙船に乗ったりね、やっぱり典型的なこの UFO、今までのね、昭和時代的な UFO 体験があるんですね。で、話があまりにもね、ちょっと飲み込まれにくすぎて、3回かかったんですね。このパウロさんが実際にインタビューするっていうことを決心するまではね、3回目で、これやっと本当に本物だとっていうふうに判断してたそうで、その初めてやった時に、実費でローマからトゥーリンだったね、イタリア北部のトリーノっていうところに近くに住んでて、で、一緒に会食して、で、すぐに彼が宇宙人のヒューマノイド、完全に人間の姿してるポロロイド写真を取り出して、で、パウラさんに向かって、このクラリオン星人の人たちが、あなたが、10年前にあなたみたいな存在が来ることも予測して予言してたんで、架け橋っていうふうに名付けされたそうですね、パウラさんは。The Bridge。はい。Okay, so then the interview was published first in an American publication, or was that for TV, or where did the interview go at first? Italy, and I was writing for a magazine called Area 51, so it was published. We published it first, but when I did this case, it was so big that I asked Jaime Maussan from Mexico to come, and he came, and we went together to interview Cavallo, so it was also released in Mexico. Okay, so first Italy and Mexico. Okay. そしてメディア的には最初出版されたのが国内のね、イタリア語のエリア51っていうね、専門誌で、で、その後ですね、ケースがもうこの情報量とかその意味合いがね、すごい大きかったから、友達であるメキシコのね、第一人者であるハイミ・マソンですね。この間ちょうどミラのやつ出した方ですね。彼もすごい仲いいんで、ハイミさんと、お呼びして、もうこれはすごい人いるよっていうことで、メキシコから彼もヨーロッパに飛んで、メキシコのテレビなど、その業界にもカバロ氏のケースが発表されたんですね。Okay, great. And then, so how was the reception by the Italian community, or was it just in the UFO culture there? Was he actually in the papers or something as well? The reception among ufologists is always skeptical, and especially in the United States. That's why most of the work that I'm going to do, even in the future, is going to be released out of Mexico. It was Polaroids, and they don't understand. They think it's
Photoshop, and Photoshop was not created until 1992. So they don't know how to research. And for me, opinion is not research. Yeah. まあもちろん批判者もいましたし、特にアメリカの方はね、やっぱりこれはCG、まあ、作り上げた当時でそのテクノロジーはなかったし、Photoshop っていうね、合成写真の変化できるようなソフトは一般市民の手に届く場所ではなかったし、まあそういう、たわごとだとか作り話だっていうような批判ももちろんあったけども、やっぱりメキシコの研究業界もすごく協力的だったんで、本当にインタビューしてよかったです。Yeah, those have been translated into Japanese as our group started. Those books were coming out, and I was impressed with the photos. But it's too bad that and I think that was one of the last real. This might have a good opinion about this, but that the fact that a contact that close really uproots your 3D life so heavily. So I think the ETs really pulled back after that. Like they realized it doesn't have to be so dramatic. What do you think about that? Because well, there's a long story about this. Cavallo was a follower of our Adamski. His name was Eugenio Siracusa. So as a young man, just like it happened with Sisto Paz in South America, that all the countries were, followers of a guru. And our guru was Eugenio Siracusa at the same time as Adamski. He met the Venusian. So Cavallo was one of his disciples. So of course the E is going to go with somebody that already has a background. Right. Really the Japanese for taking this case on, like I herald the Japanese for taking on the Billy Meyer case, which was 1970s. And I'd like to say something about that because I went to see Billy Meyer. Okay, yep, let me go ahead and do that one. Thank you. そして、不思議とですね、私が聞いたのが、カバロ氏の本も読むと、もう本当に、家族を失ったり、三次元の生活も本当に完全にひっくり返されて、この、直接 ET との直面コンタクトになると、やっぱり非常に難しいね、対応しにくい部分がいろいろ出て、それからちょっと ET たちがだいぶ人類からちょっと一歩下がったんじゃないかなっていう、コンタクトのやり方がちょっと考え直し、見直しになったんじゃないかなと思ってて、で、ところが、実はなぜカバロにはそのコンタクトが始まったかというと、ジョージ・アダムスキーですね、アメリカのね、すごいコンタクトの原点の方と同じような経験してたね、同じ時期にいたイタリア版のアダムスキーがレジナ・ケタクザという方ですね。この方のお弟子さんですね。弟子だったんで、カバロ氏は。なので、要するにすでにUFO に非常に関心があって、そういう一人の大物のコンタクトのもとで生活してたから、そういう近しい関係もすでにあったというふうに言いたいんですね。あともう一人、非常にものすごい問題になる名前がビリー・マイヤーですね。このスイス、同じヨーロッパで、ちょっと私個人的な意見がいろいろあるけど、そのビリー・マイヤー本人もね、パウラさんもあって、今ね、我々が話しているのは UFO コンタクティとか宇宙人コンタクティの世界で、一昔というかね、今まで多くのその UFO とか本体のイメージが作り上げてた、経験者のその本人たちそのものですね。So how did that happen with what happened with the Meyer case? Well, first, can you tell your viewers that Britt Elders and her husband and Colonel Wendell Stevens did 7-year research on that, and there was no photo in the 1970s, and they're about to re-release the picture book this year on Billy Meyer, and Billy has agreed to re-release the picture book, which everybody says the pictures are too good, and the pictures are too good because the whole thing was staged by the Pleiadians, and they're re-releasing it this year, so your listeners will have a heads up that Nippon bought
The Billy Meyer photos, the movies, Nippon Japan bought that, and the material parts that were given to Meyer. Right. Yeah. The metal they bought. So the Japanese came in and bought everything from Billy Meyer. And when I went to see Billy, he told me this. That is the case, but it's important people know that when there's pictures, whether they be Polaroids or whether they're real, you have to remember not everybody uses CGI. そして、この次のコンタクティ、今ちょっと新作本に入っているね、インタビューの登場者の中ですね、長い間のリサーチャー、研究者とパイオニアたちと同時に、経験者ね、つまりコンタクティ本人たちの情報も入ってて、この非常に世界中でものすごいいろんな意見にかなり分かれているこのビリー・マイヤーですけども、やっぱり7年間かけてすでに違うグループね、研究が進んでて、一応少なくとも最初の頃は本当の経験だったそうですね、その結論が。で、その写真ね、最初、その非常に鮮明な宇宙船の写真とか、ET の写真がちょうど今年、その原作の写真集も再度、公開されるようで、で、日本人の夫婦ですね、日本人の夫妻も入って、いろんなその金属物とか、写真の原本いろいろ購入してたそうですので、その話も一部日本語化されてるんですね。So tell us. I know. Like recently, like that group has released a book, and it's got a lot of really dark Armageddon type. The across the world, opinions are very divided about Billy Meyer. The case was the original case was there, but it's kind of changed over the years. And what would you say now is like, why are they releasing so many negative prophecies? Well, they're not releasing anything. Billy Meyer was taken over by a group named Figu, with which he's not working anymore. They were protecting him. They were Is that Michael Horn? Figu, yes. All that group is not protecting him. Billy has broken away and gone back to the original material, which was put out by Colonel Wendell Stevens, after Heideck, he was the most important researcher in the world. He this research for 7 years, living there with Meyer, and saw a lot of this, and also gave to NASA and to Jim Delatoso the photos to be examined. So this has been researched. The problem with it is that because it's human type aliens, number one, which is threatening to the powers that be because they're people. And number two, because the pictures are too good. And I know for a fact, because when I was in Italy, NASA was looking at those pictures and verified them. So the thing is that if you're outside the country, you get the real truth. Inside the country, our own ufologists become the debunkers. Yeah. Okay. Yeah. Let me rewind here and translate. そして、こういうですね、ハイネク博士の次ぐらい大切なリサーチャーであるウェンダル・スティーブンス大佐ですね。この方も、ずっとそのスイスに住んで、マイヤー氏と暮らして、こういうリサーチを行ったそうですけども、やっぱりこれは一つの話にとどまらないけども、本当に残念ながらですね、残念ながら日本語の情報もそうだけど、非常に恐ろしいね。アルコン的のすごいハルモゲドン的な予言とか、未来に関するものすごいネガティブのね、情報がどんどん発信してたのは、マイヤーがね、ウィグっていう組織に巻き込まれて、取り巻きがすごいブラックだったそうですね。なので、その辺の、例えば UFO 業界の中でも、ベリー・マイヤー以外にET と一切誰でも地球でコンタクトしたことないとか、そういう馬鹿げた主張を、ね、断言してたり、すごくトップダウン、すごい排他主義的な、扱いされたのが本人の意図ではなく、この
ちょっとグレタ取り巻きとか、そのウェグっていう組織が、で、これは最近そのグループともう縁を切ってるそうですんで、で、まあ、ね、もうおじいちゃんですからね、もう、まだ生きてる、私がまだ生きて、彼はまだ生きてることでびっくりして、もう亡くなる前に自分の本当の原点の体験に戻って、こう、再度、アピールしてるそうですね。Okay, yeah. So I said I just explained all that he's back onto his original experience. Yeah, I was just surprised he's even still alive. It happened so long ago. When I went to see him, he's old. But can you tell that your viewers that in my research, I found out that both Billy Meyer and Adamski were trained in India. They lived in India. So naturally, that kind of Eastern philosophy, the ETs, the human type ETs, are going to go and contact them because there is a spiritual consciousness component with a contactee that has lived in India, like Adamski, like Billy Meyer, that they get to them easier. Yeah, yeah. そして、まあ、最後のポイントとして、ところが不思議な、皆さんにコンタクティの経験とか、その証言は非常にいろんな意見があると思うけど、まあ、一つのポイントが、そのスピリチュアリティコンタクトね、当時からも、スピリチュアル的な側面、あるいはそのスピリチュアリティに絡んでいる人たちと ET の接点があったのが、認識していただきたいのが、ジョージ・アダムスキーね、日本でいろんなグループはアダムスキーのフォロワーが当時ね、昭和にあって、そしてこのビリー・マイヤーね、スイス人のビリー・マイヤーも、2人ともインドに住んだことがあって、まあ、ヨガなり、そういうクンダリニなど、ヒンズー系のスピリチュアリティね、勉強してる経験があったんで、まあ、そういう意識を持つですね、方々にET がアプローチしやすいんじゃないかなという、ふうにパウラさんが、言ってます。はい。Okay, great, yeah. And so what I'd like to add is that I have a lot of data, but the data shows that the ETs are not on vacation. They want us to raise our consciousness. そして私のたくさんのデータの中ですね、もうET たちがこっちに地球に訪問して、ただ単に観光しに来てるだけではなく、本当にその意識の拡張とか、本当にスピリチュアルの側面の成長を彼らは応援してるっていうか、期待してることも、はっきり私も認識してます。Yeah, and so how does that translate to now? Like with the current era, we're finally seeing all this motion in the mass media, and that that spiritual element is nowhere to be seen. How do you think we could, how do you think normal people are gonna, which way is the ball gonna roll? Is it gonna be a fearful disclosure, like a military, like a takeover with the closing of the governments and more lockdowns, or is it going to be a heart awakening and a beautiful consciousness revolution? I think that anything that comes out of any government, it has an agenda. そしてディスクロージャーね、まあ、ちょっと今現代に、はい、今までの研究のちょっと一回クローズして、現在のね、これからディスクロージャーに関する展開ね、本当にマスコミにもね、いろんな軍の軍のね、経験者とか、非常に上手にこう話が管理されている上のコントロールされたディスクロージャーとか、まあ、偽ディスクロージャーだと言えることがね、我々の目に浮かんでますけども、それで、やっぱりパウラさんも政府から出るものはもう一切信頼できないんだねって言ってますね。なので結局、どういうふうに一般社会にそのスピリチュアルの側面が伝わってくるのかっていうのは本当にこれから興味深いですね。What else? So that's where the contact work comes in. How many, could you tell us about some of the CE5s that occurred in Colorado or Crestone or? Yeah, but I want to finish that. I think that what's going on is total distraction. And I was in the Cosmic Hoax and in Sirius 2 of Stephen Greer's films. So if they watch that, see what I said. We can get into the nitty gritty about the whole CIA team and Elizondo and all that stuff. So, yeah, 最近、コロナパンデミックの最中ですね、グリア博士が無料でオンラインで配信してたコズミックホークスですね、宇宙的のからくりっていう、そういう4日間ぐらい行った撮影ですね。アリゾナ州にパウラさんがかなり出てるシーンが多くて、そういうやっぱりこう実際に
真のディスクロージャー、つまりディスクロージャーの父であるグリア博士と、その捏造された新しい偽物の政府の動きが平行に動いてて、その辺の体験、その場でしてるんで、それについて聞きたいと思います。So what do you think? So how did that all play out when the cosmic host was going down? There was a lot of power play, power grabs happening, and of course all the media doors open to the agents. You know, how do you what was it like being there in person with the father of disclosure? I believe, and I think your listeners could, I believe that the disclosure comes from the bottom up, not the top down. Yeah. The agenda with the military-industrial complex is what Carol Rosin said. That's the last card. We have to find an enemy. And I was the journalist close to Colonel Philip Corso the day after Roswell, and he never for 1 minute thought that the ETs were the enemy. そして先ほどのやっぱり政府機関の話は信じられないっていうこと以外にも、もちろんアジェンダが組んでますねっていう、この、2017年のティックタック UFO とかペンタゴンの流れをその一環ですね、まだ続いてますけども、この、工作を沿った、動きそのものですよって言ってましたね。それから真のディスクロージャーは、パウラさんに曰く真のディスクロージャーが、ボトムアップですね。もう一般社会から上に響く、権力者まで響くことで、トップダウンではなくですね。で、ところが、今、無視されてるね。考えてみると、普段、研究者が集まっている情報は政府機関に取り入れて、一番優先的に参考になっているはずが、もう完全に却下されてますね。だからこれは作り上げている話題ですね。この偽ディスクロージャーは。で、その中にたくさんの軍の方も、パウロさんの本にも参加してるんで、ディスクロージャープロジェクトにもたくさんしてるんで、何が問題かというと、その経験者とか、その内部告発証言者の本人たちが ET は脅威ではないっていうね、言い出してるから、言い切ってるから、危険の存在ではない、もうその ET 宇宙人が問題ではないっていうふうに思っている方はと、そのアジェンダとか工作も壊れてしまうんで、だからその工作を従う、経験実際にない方々は利用されてますね、マスコミ上で。Okay, yeah, thanks. So I contrasted the difference between like the people in the disclosure project and your archive, like Colonel Corso. They can't say they're convinced that there's no threat, but that goes against the agenda. So the people that are actually on the news and media now are like experienceless people that can be easily controlled and just follow that narrative, the controlled narrative. Yeah, and that's why I want to come to Japan, because the bottom line here is raising our consciousness. It's not government disclosure. So I want to make sure we cover the fact. Yeah, and one of the other things you told me is like you're getting really tired of the entertainment factor. Like the UFO community is, this really superstar, entertainment factor versus research is. That's another reason why you want to try and branch out to some new horizons. Yes, also people aren't reading. They get all their information out of YouTube. And if I had done YouTube research, I would have gotten nowhere. So the thing is that I'm one of the only field researchers. I went all around the world in person. I was with Colonel Corso, I don't know how many times in Italy. I was with Clifford Stone, I don't know how many times at his house. I was with the former defense minister of Canada. I was with Edgar Mitchell, Apollo 14. I mean, these are real whistleblowers, not what's coming out of Washington now. So back in the old days, we had the whistleblowers. It's just that I don't want to waste time with a distraction of agenda now, because that's not going to help us. And what we have to do is look at something that helps the human race. そしてそうね、本当にこれからも日本に来日することをものすごい楽しみにしてるし、やっぱりこういう作り上げたディスクロージャーの流れには今までの先輩ね、パウラさんみたいのたくさんもう人生かけてリサーチしてる方もすごい無視されてるし、で、同時にこの UFO 研究業界ね、本当にもうエンタメみたいな世界になって、
外野者とかね、このコーリー・グッドなど、そういう、本当に非常にもうわけのわからない登場人物が、本当の、研究者の話がこう目立たなくなっていく、そういう超派手派手のエンターテインメント、作り話がだいぶ増えちゃって、アメリカのイベントなど、そう結構うんざりしてる、もう参加したくないっていうね、パウラさんが言ってましたね。はい。We have a question from the chat, actually, Paula, real quick. One person's asking about there was the Miami, like this, we're starting to see a lot of strange episodes in the media, like the Miami shopping mall, right out around the New Year or New Year's Day. There was the the film. Did you hear about that? There was some alien caught on the camera at the mall in Florida. I don't think those things are verifiable. The way the ETs communicate is through synchronicities, sightings, and going to individuals. So I'm going to say synchronicity, sightings, and going to individuals. They don't want to be caught on camera. That's nice, yeah. これ大事ですね。はい、Q さん、ありがとうございます。すごい質問。時事問題、その時事情報ですね。こういうちょっと信頼できない、あるいは確認しがたいね、話題がどんどん増えてますけども、そのマイアミのことを直接よりも、本当の ET コンタクトですね。もうとにかくはっきり言えるのが、シンクロニシティを通じてコミュニケーション我々にするか、あと、もちろんサイティングですね。目撃、宇宙船の飛来とか、我々日本でもね、たくさんしてる CE5 のね、中でもそういう見せてるね、宇宙船の姿見せてくれてるのは、大きなコミュニケーションのシグナルを送る方法でもあるし、あと、やっぱり個人レベルですね。皆さん、宇宙人外ですね。ET トランスコムね、室内コンタクトしているように、個人個人にコンタクトしてるんですね。ET トランスコムと、今、パウラさんと実はあんまり話してないんだけども、彼女はですね、長年この世界に関わっていると、個人にアピールしていく手段も、この3つの大事のコンタクトの3みたいですね。すごい今共通してたんです。Yeah, that ties into my last book with the ET trans communication. I just said we never even really talked about that together, but your point about the individual contact is right in line with that. How we want to have people try and connect with their star guides, and it's a very personal thing. It is, and when I was in Latin America and I was in Argentina this time last year, I've been to the Atacama Desert, I've been to Peru. We see UFOs in broad daylight, and I don't think any of the ETs want to be photographed. They don't want to be entertainment. They want to get to the human condition. They want to go into your consciousness and inspire you to be part of their cosmic group. Yeah. そしてとにかくでそういうさっきの目撃とか宇宙船の次第も本当に真っ昼間ですね。南米とか1年ちょうどこの1月1前にチリとか南米でアタカマ砂漠も行ったり、そういう場所にも真っ昼間に、宇宙船も目撃してるし、コンタクトしてるんで、そういうやっぱり彼らは絶対にそういう姿、実際に本人たちの姿はあんまりもう見せないし、そんなに街にうろちろしてることはほとんどないだし、で、それエンターテインメントになるよりも、本当にすぐに、本題に彼らは働きかけたいんですね。人間の意識の拡張とか、そういう地球の本当にどのぐらい危機の状態にいってるかっていうのを、そのことがメインのテーマ、彼らのメインのテーマですね。Okay, great. Yeah. Awesome. Well, we're coming up on an hour here. Where do you want to take this last couple minutes? Yeah. Tell them the other thing is we don't want to create a religion around ETs. This isn't about a religion around ETs. We don't create a religion. We want to become cosmic neighbors. そして同じく宗教にもね、宇宙人宗教にもその偏りも良くないと思うし、これからね、ディスクロージーに向かって我々がどういうふうにこの異星人に付き合いするのかっていう、本当に今でも今こそね、考えるべきだということで、宗教的な扱いとか神様扱いにするのも彼らは望んでないし、すごいこれも大事なポイントですね。Yeah, thanks. Great. I agree completely. Yeah, because
what would happen if you had a picture or if one of the ETs came to speak on TV. They don't do that. That's why I want to come to Japan. I want to talk about the fact that the planet is in trouble, number one. Number two, that the positive intention of humanity can change a timeline. And that we need to keep doing CE5 for an intervention. Right. So, okay. What was the first point again? The first one is that I said that we need to evolve as people. Right. Then the second thing is that we need to communicate, and pay attention because the planet is in trouble. I mean, we're in emergency room, like Dr. Green. It's in the emergency room, Dr. Green. Okay. And with intention, we can change the timeline. Oregon, Keita さん、ありがとうございます。Thank you so much. Super chat. 初めて入ったかもしれない。We just got a super chat. Great. Yeah, thank you. そして、とにかく日本の皆さんに共有したいのが、ちょっとシェアしたいのが、もう、そういう真のディープのETコンタクトとか、本当に真の宇宙人の意識とか、彼らの考えていること、だと、やっぱり地球はどのぐらい危機状態ですね。地球は今本当に危機状態に落ちている状態で、このアセンションが展開しているし、それで同時に我々がね、そのタイムライン、まさにこの話が私もよくしてるんで、まさにこの我々の意図でそのタイムラインが変えられるとね、今まで受け身的にいろんなことをされるっていう、すごい弱い立場に一般ピープルとして生きてたけども、それを反転して、我々が実際に世界の方向性を変えられるっていうね、change the timeline。で、最後、その中ですね、CE5 なり、もう自力コンタクトね、もうパウラさんも本当に CE5 をたくさん経験してるんで、グレイ先生のすぐそばに座って、こういう彼女も、ただ単のリサーチではなくて、本当に自らのそのコンタクトを起こすことが、いかにも重要だと主張してますね。なので、その辺のパーソナルコンタクトが、その自分との高次元との接点を作ることが、意識の拡張も優先するべきだと言ってます。Yeah, great. Thank you. That's all the things I just talking about that yesterday in our workshop, and I talk about that all the time in our YouTube channel. So we're right on the same page. Absolutely. And that's all. And it's about us. We've got to get moving here. Yeah, so we're working hard to get and then we're going to join you in Colorado probably in May. So we have that great, we got to get a reservation in on that lodge, the lecture hall, that beautiful dome. And we'll talk about that soon too. Yeah, so, and so next time we'll talk about the Trinity case, okay? So let's end up here. I'll just do a brief closing. Hold on one second. そして、はい、もう、ちょうど、あっという間1時間経ってて、次回ですね、去年出版されたトリニティの本について、そのロズウェル事件ですね、我々が UFO っていう世界に知られる原点であるロズウェルの事件の前にね、行った、出来事が原爆の研究所とか原爆の事件エリアですね、ニューメキシコ州のトリニティという田舎の砂漠の中で同じ宇宙船の墜落もあったんですね。で、その辺の一般市民の目撃者とか、本当に歴史から排除された、重要な出来事が今度分析しましょうね。はい、ぜひともパウラさんの情報とか、一回ちょっと画面共有でウェブサイトをお見せしますね。I'll just show you your site real quick. これがトリニティの英語版ですけれども、で、ジャック・バレートの協調ですね。で、これがパウロさんの、ホームページで、もう世界、またいろんな海外でね、講演に呼ばれてるんで、今回のワールドツアーがもう日本がね、中心の、国になってます。で、この今現在翻訳されている最中が、この Connecting the Dots で、これ実施出版でね、出すつもりです。点と点をつながる。この中でものすごい数多い、パイオニア、大物、ベテランたちの、軍の暴露者と、あと、
研究家のね、大物たちがインタビューされてます。はい。なので、そういうわけですね。大阪と東京ですね。少なくとも3つのイベントを今考えてますんで、4月中旬から、癒しフェア大阪と重なって、僕との講演会を大阪市梅田でするつもりで、あと東京は 2days で、講演会があって、そして日曜日が、南米のコンタクティですね。南米の、ET コンタクトを中心するペルーのラマとか、そのメキシコとか、その辺にいろんな特別な情報とか、別のレクチャーも用意してるんで、そこも Day2 として、東京では 2days を準備しております。はい、ぜひともまた、パウラさん、またよろしくお願いしますね。It's great to have you today, and I just showed the site real quick and told them what we're cooking up for April for your visit. So we'll continue this like next week or right in early February with part 2 about the Trinity case. All right, thank you so much. Anything you're looking forward to the cherry blossoms, Tim, and the power spots too, right? Thank you. Do you want to, and you have なんか同じコロラド州に京都が本部のそういう団体あるそうで、条例っていうことをやってるグループもあって、その話を今度次回しますね。Let's talk about the 州名group next time too. Absolutely. Yeah. Yeah. Yeah, because Awesome. that's the direction that's going to make the most difference is the evolution of human consciousness and spirituality. That's what this is about. いや、そして人間の進化にも本当に意識の拡張とね、その成長、意識の進化にももうすべてそれは鍵なんで、私もね、こういう今までいろんなデータを見て、いろんなそういう、いろんな経験者を見て、やっぱりこう今、我々が取り組むべきことは、そういうスピリチュアルコンタクトの側面が一番ですね。ありがとう、Paul. Thanks so much. Yeah, my thoughts exactly, and you articulate so well. We smoothly covered a lot of ground here, so let's continue part 2. Thanks for your time today. It was great to connect. Yeah, the live translation was much better, right? You would have. I'm sorry, 私が前回の Zoom にパウラさんにもう待たせちゃって、今回の生配信の方が正解だったねって言いましたね。はい。本人もね、こういう通訳することが多いから、彼女はよく、間の感覚が空くために、You are very good at the translation, waiting, and you're a pro at that. So it's easy to work with you. Yeah, awesome. Okay, じゃあ、molto grazie mille. Buonasera. Ciao, パウラさん、ありがとう。See you next time. そして皆さん、改めて今年もよろしくお願いしますね。もう今日はちょうど冥王星が天秤座に入りきっている、ところで、ものすごい私も本当に毎日今週朝4時が目が覚めて、すごいもうまるで寝不足じゃないけども、こうエネルギーフィールドがぐるぐる回転してる、こう半分酔っ払ってる感じで、相当なこのアクリアスのエネルギーが流れ込んでいるの分かりますね。アメリカ時間が16時ですので、もうちょうど入りきってるね。今、だいたい1度ぐらいですね。ものすごいこの22年ほどの周期が始まって、やっぱりもう冥王星、あまりホロスコープね、そんなに私は夢中になってないけども、やっぱり冥王星のインパクトはもう大きいで、一番遠い惑星だから、遠いからこそ一番影響が深いので、ちょっとその辺の不思議の夢見てるなとか、なんとなくエネルギーが変とか、そういう今回の答えが明らかにプルトですね、冥王星の動きですね。なので、ヤギ座から、天秤座、水上座にね、入り込んでいるなおですね、そのタイミングに合わせて、月面着陸ですね、JAXA がスレンもやってるし、NASA とか JAXA も相当ね、そういう星々の運行とかそのホロスコープも見てるんですね。オカルト組織ですから。では、皆さん、これで終了しますので、改めて、やりますんで、はい、また見てください。JCETIチャンネルお願いします。では、バイバイ。オープンハート、オープンマインドで言いましょう。お疲れ様でしたね。